前回の最後に出てきたあの大学院生、ヨナタン。一本道じゃなくていいって考えた人だったよな。具体的に何をしたんだ？前回、ビットコインではパズルの照射以外のブロックは全て捨てられると言ったわよね。ヨナタンはこの問題に正面から挑んだの。彼が発表した論文の名前はゴーストプロトコル。正式にはグリーディヘビエストオブザーブドサグ3貪欲な最重量観測部分器。2013年にヘブライ大学の大学院生だったヨナタン・ソンポリンスキーと指導教官のアビブ・ゾーハル教授が発表したものよ。ゴースト？幽霊ってことか？名前からしても難しいのだ。簡単に言うとどういう仕組みなんだ？ビットコインはブロック生成を早くすると複数のマイナーがほぼ同時にパズルを解いてしまう確率が上がって鎖がたくさん枝分かれする。だから10分に1ブロックという制約を設けた。そしてそれでも枝分かれしてしまった時は1本だけを選んで残りは全部捨てていた。もったいない話だったのだ。ゴーストはそのどの枝を正しいとするかの決め方を変えたの。ただ1本を選んで終わりじゃない。枝分かれした時にそれぞれの枝からどれだけ多くのブロックが生まれているかを数えて一番支持の厚い枝を選ぶ。選ばれなかった枝のブロックもどの枝が正当かを判定する投票として生きるの。捨てられて無駄になるのではなくネットワークのセキュリティに貢献できるようになるわ。それならブロック生成を早くして枝分かれが増えてもセキュリティが落ちないってことか。その通り。理論上はビットコインを劇的に高速化できるはず。しかもこのルール変更にはもう一つ重要な効果があったの。なんだ？ビットコインでは計算パワーをたくさん持っているマイナーほど有利だったの。これはブロックの伝播の仕組みに原因があるわ。伝播？すべてのマイナーが同時にパズルを解いていて誰かのマシンが最初に答えを見つけるとそのマイナーが作ったブロックがネットワーク経由で世界中の他のマイナーに送られるの。ここで重要なのは次のブロックを作るには前のブロックのハッシュ、暗号化された指紋のようなものが必要だということ。鎖をつなぐには前の輪っかの形を知らないと次の輪っかを作れないのと同じね。あ、そうか。前のブロックの情報が届かないとそもそも次のブロックを作れないのか。その通り。だから勝者のブロックが届いたマイナーから順に今解いていたパズルを諦めて届いたブロックにつなげる形で次のパズルを解き始めるしかない。届くタイミングにはどうしてもラグがあるわ。でもブロックを作った本人は？そう。勝者本人は自分で作ったんだからそのハッシュを当然即座に知っている。だから連番を待たずにすぐ次のパズルを解き始められる。他のマイナーたちが今のパズルを解きながらブロックの到着を待っている間に勝者だけが一歩先を走れるの。勝者だけが先にスタートできる。これは仕組み上どうしようもないことなのか？ブロックを鎖でつなぐ以上前のブロックの情報が届くまで待つしかない。これはビットコインの設計が悪いのではなく一本道の鎖という構造から生まれる避けられない性質なのよ。そしてパワーが大きいマイナーほど勝者になる回数が多いからこの先にスタートできるアドバンテージを何度も繰り返し受けられる。結果として小さいマイナーほど努力が無駄になりやすいという構造的な不公平が生まれていたの。誰かが悪いわけじゃないのに小さいマイナーが不利になる構造なのだ。一方ゴーストは捨てられるブロックもセキュリティへの貢献として認めることでこの不公平も緩和できる。ヨナタンの論文は早くすると公平にするを同時に解決する革命的なアイデアだったの。そしてこの論文に目をつけたもう一人の天才がいたわ。ビタリック・ブテリン、当時19歳。彼は2013年末から2014年にかけて自分のプロジェクトのホワイトペーパーを書いていたの。そのホワイトペーパーの中にモディファイドゴーストインプリメンテーション、修正版ゴーストの実装というセクションがあってヨナタンとゾーハルの論文がはっきりと引用されていた。まさかそれが後のイーサリアムなのか？そう。世界第2位の暗号資産イーサリアムの設計図にヨナタンの名前が刻まれているのよ。すごい。じゃあイーサリアムこそがヨナタンの理想の完成形ってことなのか？残念ながらそうはならなかったの。まず事実を整理するわね。イーサリアムのブロック生成時間は約15秒。ビットコインの10分と比べれば確かに大幅に速くなった。そしてイーサリアムの開発チームはメインの鎖から外れたブロックをアンクルブロックと名付けて
そのアンクルブロックを作ったマイナーにも報酬を与える仕組みを導入したの。メインの鎖から外れたブロック。それって前回出てきた孤立ブロック、オーファンと同じものか？現象としては同じよ。ビットコインではオーファンとして完全に捨てられていたものを、イーサリアムではアンクル、オジとして拾い上げて部分的に報酬を与えるようにした。ゴーストの考え方が確かに生きている。でもね、積んだもん。ここが重要なポイントなの。実はヨナタン自身が後にこう語っているわ。イーサリアムは結局ゴーストプロトコルそのものは実装しなかった。実際に実装されたのは私たちのもう一つの論文、インクルーシブブロックチェーンプロトコルズ、包括的ブロックチェーンプロトコルの変形版だ。でね。ゴースト自体は使われなかったのか？そうなの。ゴーストの本質は枝分かれした時にネットワーク全体がどの枝が正しいかを決めるルール自体を変えることだったわ。一本だけ残すのではなく、できるだけ多くのチェーンを残し、一番多くのブロックが連なる枝をネットワークが正当と認める。でも、イーサリアムはそのチェーン選択ルール自体はビットコインと大きく変わらない方式を使っていたの。じゃあ、イーサリアムは何を採用したんだ？イーサリアムが取り入れたのはアンクルブロックを作ったマイナーにも部分的な報酬を与えるという仕組みだけ。つまり、報われなかったマイナーにお金を渡すことで離脱を防ぐというインセンティブ設計ね。でも、それって報酬が出るだけでアンクルブロックの仕事がセキュリティに生かされるわけじゃないよな。ゴーストの本当の革新は捨てられたブロックの仕事量をチェーン選択の判定に組み込むことだったわ。でも、イーサリアムが取り入れたのはあくまで報酬の部分だけだったの。なんで完全に実装しなかったんだ？イーサリアムのホワイトペーパー自体に理由が書かれているわ。一つは完全なゴーストを実装するとどのブロックをアンクルとして認めるかの計算が複雑になりすぎること。もう一つはアンクル報酬と完全なゴーストを組み合わせるとマイナーが攻撃者のチェーンでブロックを採掘しても報酬がもらえてしまう。つまり正直にメインチェーンを守る動機が薄れるという設計上の問題があったの。結果としてイーサリアムは15秒という速さを手に入れたけどゴーストの本当のポテンシャルは封印されたままだった。そしてユーザーが増えるにつれてイーサリアム自体が重くなっていった。ガス代の高騰、処理の遅延、ゴーストの精神は取り入れたけど根本的な問題は解決できていなかったのよ。ゴーストの幻影、名前だけが残って魂は宿らなかったってことなのだ。その頃、王様ビットコインはどうしてたんだ？地獄の内戦をしていたわ。通称ブロックサイズ戦争。2015年から2017年にかけてビットコインの歴史で最大の対立が起きていたの。ブロックサイズ？ブロックの大きさのことか？前回説明した通り、ビットコインは10分に1回ブロックを作るわよね。そのブロックに入れられるデータの量に上限があるの。当時はわずか1メガバイト。ビットコインの人気が爆発的に高まるにつれて、この1メガバイトでは取引を全部さばききれなくなった。送金が何時間も待たされ、手数料も高騰したわ。じゃあ、ブロックを大きくすればいいって考えた人がいた。そう。彼らはビッグブロック派と呼ばれたわ。彼らの根底にあったのは、サトシ、中本が論文に書いたピアツーピア電子キャッシュという理想。ビットコインは日常の決済に使える通貨であるべきだ。だからブロックを大きくして、早く、安く、誰でも使えるようにすべきだという思想ね。サトシの理想を追いかけたわけか。でも、反対する人もいたのか？もちろん、スモールブロック派よ。彼らの思想はこう。ビットコインの価値はセキュリティと分散性にある。ブロックを大きくすれば、ブロックチェーン全体のデータが膨大になって、高性能なサーバーを持った企業しかフルノード、全取引を検証するコンピュータを運用できなくなる。一般人がネットワークの監視から排除されて、一握りの大企業が支配する中央集権の世界に逆戻りする。ビットコインはデジタル、ゴールド、価値の保存手段として守るべきだという立場ね。日常で使える現金を目指すか、動かさない金庫として守るか、ビットコインとは何であるべきかという根本的な思想の対立なのだ。そう。まさにビットコインのアイデンティティをめぐる戦いだったの。でもこの対立は技術論争を超えて感情的な泥仕合になっていったわ。SNS 上での罵り合い、開発者同士の絶縁、コミュニティの分断、理想を掲げた者同士が理想のぶつかり合いで傷つけ合ったの。で、結局どうなったんだ？2017年、ビッグブロック派の一部がついに行動に出たわ。8月1日、ブロックサイズを8メガバイトに拡大したビットコインキャッシュ BCH が誕生した。
ビットコインのブロックチェーンが2つに割れたの。分裂してしまったのだ。一方のビットコイン側はブロックサイズの上限を直接引き上げるのではなく、セグビットというデータの格納方法を効率化する手法を導入したわ。これによって実質的にブロックに入るデータ量は増えたけど、ビッグブロック派が求めていたような大幅な拡大ではなかった。面白いことに、このセグビットの有効化はマイナーでも企業でもなく、フルノードを運営する一般ユーザーたちが主導して実現させたの。UASF、ユーザー主導のソフトフォークと呼ばれたわ。ユーザーが声を上げて勝ち取ったのか。そしてビットコインキャッシュはその後も分裂を繰り返し、BCH、BSV と枝分かれしていった。ブロックサイズを大きくしただけではビットコインの王座を奪えなかったのよ。結局ビットコインは何も大きく変えないことを選び、重たい金庫のまま進む道を確定させたわ。さて、ずんだもん。ビットコインは金庫のまま、イーサリアムは重くなる一方、ゴーストはどちらにも完全な形では生かされなかった。ヨナタンのアイデアはどっちでも完全には生かされなかったってことか。そう。そしてヨナタンはその両方を見た上で気づいたはずよ。チェーンという一本道にこだわっている限りトリレンマは解決できない。必要なのは改良じゃない、構造の次元上昇だと。次元の上昇？どういうことだ？ゴーストは一本道の中でどの枝を選ぶかのルールを変えることで改善を図った。でもどんなに選び方を工夫しても構造が一本道である限りボトルネックは消えない。だからヨナタンは一本道そのものを捨てることにしたの。チェーンという一次元の構造を捨てて、網、ダグ、有効非巡回グラフという二次元の構造へ。全てのブロックが一本の列に並ぶのではなく、同時に生まれたブロック同士が互いに参照し合いながら網の目のようにつながっていく世界。でも網の目になったらどれが正しい取引の順番かわからなくなるんじゃないか？それが最大の難問だったの。一本道なら順番は自明よね。でも網の形状ではこの取引とあの取引どっちが先を決めるのがとてつもなく難しい。ヨナタンはこのダグの中で取引の順序を安全に決める方法を何年もかけて研究し続けたの。何年も？その間世界はマイニング不要の新しい仕組みとか超高速チェーンとかに夢中だったんだろう。 TOW なんて電気の無駄遣いだって叩かれながら世界から忘れ去られた技術を黙々と磨き続けていたの。ゴーストからインクルーシブへ論文を重ねるたびに理論は進化し続けた。そして2018年ついに決定的な論文が発表されるわ。ファントムゴーストダグ。ダグの中で安全にブロックの順序を決定するアルゴリズム。これが後にあるプロジェクトの基盤技術になるの。ゴーストダグ。ゴーストの名前がまた出てきた。ゴーストは幻影のまま終わった。イーサリアムにもビットコインにも完全な形では宿れなかった。でもゴーストダグは違う。幻がついに実体を得たの。ヨナタンの執念が結実するまであともう少しよ。おいおい、また気になるところで終わるのだ。そのゴーストダグがまさかあのターコイズブルーの光の正体なのか？続きは次回。投資の判断はあなた自身でね。